チョコレートとくるみを巻き込んだふかふかなパン。小さめのサイズだからついもう一つ食べたくなるパンです。こんにちは、松尾美香です。3日経ってもふかふかなパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。今日はスタンドミキサーでこねていきます。生地が滑らかになるまでしっかりこねていきましょう。ホームベーカリーをお持ちの方は一次発酵まで、手ごねの方は他の動画を参考にしてしっかりしたグルテンの生地を作ってみてください。薄い膜が張るようになったらバターを加えていきます。バターが混ざればこね上がりです。一次発酵に入ります。30度で40分。室温で発酵させる人は生地が 1.8 倍になるまで温かいところに置いておきましょう。発酵が完了しました。6分割にしていきます。生地を丸めて10分休ませます。その間に型にバターを塗っておきましょう。くるみを細かくカットします。次にチョコレートもカットしましょう。2、3ミリになるまでカットします。このカットする音が好きなんですよね。成形をします。生地をスケッパー台に伸ばします。手前からなるべく空気を入れないように巻いていきます。少し生地を残して半分にカットします。断面を上にしてツイストにします。さらに2つ折りにして型に入れていきます。
今回はチョコレートとくるみですが、チョコレートとアーモンド、チョコレートとクランベリー、チョコレートとオレンジピールも合います。他のアレンジでもぜひ作ってみてください。この後最終発酵に入ります。35度で30分。室温で発酵させる人は、型いっぱいに生地が大きくなるまで発酵させましょう。発酵が完了したので焼いていきます。180度で15分。今回は卵を塗らないでそのまま焼きますが、卵を塗るとちょっとおしゃれな感じになります。焼き上がりました。いい色に焼けてますね。柔らかい生地なので生地を潰さないように気をつけて出してください。見てください、このふかふかな生地。食べるのが楽しみですよね。今日も一緒にパン作りを楽しんでいただき、ありがとうございました。もっと深く学びたい方向けに動画講座もご用意しています。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。作った感想などのコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。